こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いしお願いしま。ますはい、今日はですね、膝ロックに関して、この前インスタグラムで投稿させてもらった内容でコメントいただいたので、その内容に対する、答え、アンサーということで今日は撮影したいなと思います。内容がですね、読みます。特養で働いています。老人の方が足が開いている方が多すぎて膝ロックができない。そして車椅子の座面が低すぎる。どうにかできるようになりたいですっていう内容と、もう一つがですね、肩麻痺があり短剤保持ができなくて検足に力が入らず、体重が70キロの方を以上一人でできないか悩んでいます。もしよかったら教えてください。検足の腕はしっかりつかめますということで、こういった内容が来てますので、どうやったらねうまく膝ロックができるのかっていうところと、肩麻痺で検足の足にも力が入らないケースですね、そういった方の、膝ロックのやり方以上の工夫を紹介したいなと思います。ということで、僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では実際にやっていきます。仕事が好きなのに職場の人間関係が良くなくて辛い。僕は技術が学べない環境でスキルアップができません。今の職場に悩んでいる方は介護ワーカーさんで職場を変えてみませんか？介護ワーカーさんならあなたのお悩みに答えてくれたり、待遇のいい求人を紹介してくれます。職場に悩んでいる方は概要欄をチェックしてみてください。はい、ということで、まずは足が開いている方が多すぎて膝ロックができない、そして車椅子の座面が低すぎるってことなんですけど、まずは車椅子の座面が低すぎるってことは、車椅子とその方が合ってないってことなので、車椅子の交換がもし可能なのであればしてください。でもし無理なのであれば、座布団とか、そういったもので調節して、その方のシーティングしっかり、以前の動画でも紹介している90度ルールですね。股関節、膝関節、足関節が、フットサポートに置いた時の足関節が全て90度になるような高さに設定してあげると、いいのかなと思います。そうすると立ち上がりもしやすくなってきます。はい、山田君車椅子に座ってもらったんですけど、座布団入れてって話をしましたけど、車椅子を交換してって話もしましたけど、それがそもそもできない場合、じゃあどうしたらいいのかってことなんですけど、今若干低いです、山田君にとっては。ちょっと横向いてもで、フットサポート今外してるんですけど、フットサポートをつけてみると、はい、どうですか？ちょっと低いかなと。もちろんフットサポートもね、長さ調節できますので、でもこれはもうこれが限界なのかな。フットサポートの位置をね、ちょっと変えて足の位置なんかも調整してほしいんですけど、これ今若干低いかなと思います。ちょっと股関節が上に向いてるので90度以上曲がってるのかなっていう感じはします。こういう車椅子を使ってじゃあ移動するって時に、低いところからの立ち上がりってなると、やっぱりね、お辞儀であったり、重心移動ですね、しっかりそれが必要になってきますので、まずね、利用者さんの体がここ前方に来るようにお辞儀してもらう、これが大事で、もちろん解除しないといけないですよ。ちょっと横からね分かりやすく取りますけど、ここの足に体重をうまく乗せないと立てないので、足をね気持ちちょっと曲げたり、お尻をちょっと前に出したりしながら、まず、立ち上がりの準備をしてください。でそれでいてお辞儀ですね、お辞儀を椅子が高い時よりも低い時の方がよりしっかりお辞儀しないといけないです。でもちろん解除してですけど、お辞儀をしていただいてお尻が上がってきます。で頭が最後に上がってくるといった、こういう動きをねしっかりイメージしながら解除してほしいので、いつも以上に足の位置、お尻の位置しっかり確認しながら、いつも以上にねしっかりお辞儀深くしてもらいながら、前方にですね、低い椅子から上に持ち上げたらしんどいので、本当にいつも言ってること以上に前方にっていうのを意識しながら移動していただくと、よりスムーズになるのかなと思いますので、やってみてください。で次、膝が開いてて移動ができない、膝ロックができないですね。これに関してはちょっと近くで撮りますね。じゃあ足が開いてる方ですね、ちょっとこれ見えないので邪魔なのでちょっとずらします。足が今開いてる状態です。拳が今4つぐらい入りますかねぐらい開いてる状態なんですけど、こういった方の異常は、膝ロックはまずね
いろんな見方があるとは思うんですけど、まず足ですね。ここ足が外向いてますよね。まっすぐしてあげてください。それだけで閉じます、ある程度。はい。でもちろんね、靴とか履けるのであれば、靴とか履いていただくと滑り止めになるので、今ねまっすぐ向けた足がまたこう元に戻るっていうのも予防できますよね。なので足をしっかりねこうまっすぐ向けてあげる。そしたらさっきより開きにくくなります。さっき4つ分ぐらいやったのが今3つ分ぐらいですかね。はい。でもう一つは足をねやっぱり閉じてあげる。股関節からまっすぐ膝が向くようにしてあげるっていうのも大事なことになってきます。でそれでいてですね、あとは膝の当て方です。本当に例えばこの状態、足が開いてる状態で、さっきのね足が開いてる状態で膝ロックしようとしてもこれは無理です。はい、絶対できない。逃げてしまいます。逆にこれをまっすぐこうやろうとしてもすごいやりにくいし、こっちの足もねやっぱ危なくなってきます。反対の足も危なくなってくるので、まずはまっすぐ整えてあげた上でしっかり手とかも使ってもらったらいいと思います。開かないようにで決めてあげてください。膝ロックで一番怖いのがこれが逃げてしまうことで、外に。そしたらロックが外れて膝折れして崩れます。ちょっとやってみますね。このまま移動しようとしてロックが外れたらもう何もロックできてないので膝折れ転倒につながってしまいますので、そこだけすごい気をつけてほしいんですけど、やり方はそうですね。だからしっかり足をそのインスタの投稿でもやってますけど、ここに足と足の間にスペースができてしまう。こんな感じで当ててるつもりでもそうするとやっぱ外向きやすいし、なので足をできるだけ遠くに入れて密着させてあげてください。はい、これで外行きたくてもいけないですよね。ロックが決まってたら行きにくいです。はい、これでうまくできれば OK です。ただもう一つやり方としては両方ともロックします。両足をロックすることで、余計に外には行かなくなるので、こう近くに立ってロックしてあげて、でこのままこうですね、で移動してあげるっていう風にすると、外向きにくくなります。はい、ただ両足のロックってちょっと難しかったりするので、練習は必要になってくるかなと思うんですけど、ちょっと見えにくいかったかもしれないのでもう一回やりますね。まずね片方決めます。っていうのも両方最初にやるのはできないんですよ。これ僕後ろに倒れてしまいます。はい、なので片方してあげて、でそのもう一つしてるうちにこう両者さんと僕とでバランスを取るような感じですね。はい、もしくはちょっと外側から当ててあげるのも一つかと思います。普段やったらこういう位置ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、今やったら山田君の室外骨が外にちょっとあります。僕の室外骨がちょっと中にある感じなんですけど、外に広がる外旋外転が強い方やったらちょっとね外逆の位置にしてあげます。僕の膝が今外にある感じですね。はい、こうしてあげるとまだロックしやすかったりします。この時は僕今ねここの内側抗筋を使って当ててるような感じです。本当に体格によってそれはね様々だとは思うんですけど、これでロック決まってるなっていう感じなので、このままこう移動してあげると、外の開きなんかも抑えれます。今のを両足でやってもいいし、ただ両足はちょっと難しいので練習が必要ってところですね。はい、ということで次はですね、肩麻痺があり、短剤が保持できなくて腱側に力が入らず体重70キロの方を1人で移乗できないか悩んでいます。よかったら教えてください。腱側の腕はしっかりつかめますってことで、次の動画でこれをやっていきます。